こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日は物を兼用するアイディアということで、少ないもので暮らしたい方や、物を買わずに今あるもので節約したい方におすすめの内容を詰め込んでみました。まずご紹介するのはキッチン編です。魚焼きグリル。魚を焼くだけではない使い方がたくさんあります。まずはトースターの代わりとしてパンを焼く。弱火で2分焼くとこんな焼き色になります。外はカリッ、中はもちもち。買ってきたお惣菜の揚げ物、復活の儀。まずはアルミホイルをくしゃくしゃに。それをグリルの上に置いてお惣菜を乗せます。弱火で表面3分、裏面3分。カリカリが復活。チーズに焼き色をつけたい時もグリルで。季節の美味しい食べ物もグリルが大活躍。それから邪道な使い方ではありますが、油揚げの油抜きにも使います。高さがあるのでお湯の流れも良くてちょうどいいんですよね。それから揚げ物用のバットの代わりに、オーブンで焼いたお菓子を冷ますケーキクーラー代わりにも使ってます。琵琶湖布巾というものはご存知でしょうか？食器用スポンジの代わりにこの布巾を使ってます。油汚れが少ないものなら洗剤がいりません。お湯とこの布巾だけできれいになるので洗剤の消耗が減りました。ガラ棒という製法で作られたデコボコとした糸。このデコボコが油や汚れをこそぎ落としてくれます。洗い物のついでにコンロの周りもこれで拭いてしまいます。油用の洗剤を使っていないのにスルッと落ちるから気持ちいいです。煮沸消毒もできてしまうので清潔が保てるし、すぐ乾くのも嬉しい点です。だいたいこれ1枚で我が家だと半年ちょっとは持つのでコスパも素晴らしいんですよね。コーヒードリッパー。コーヒー好きな方は一つは持っているのではないでしょうか。コーヒーを入れるだけでなくロートの代わりとしても使ってます。ロートといえば小さな容器に詰め替えたいときはこれも便利です。使わないファイルを小さく切り取ってテープで留める。我が家のロートはこれで完璧です。耐熱の箸。以前は菜箸を何セットも常備していました。ですが今は1セットのみ。耐熱の箸を菜箸としても使っています。高温になるフライパンや揚げ物以外はこれで十分。無印良品の計量スプーン。2分の1を測ることができます。なので計量スプーンをあれこれ買わなくていい。値段は安いんですがオールステンレスで丈夫なので混ぜる、炒める、小さな調理器具としてもガシガシ使っています。さらし。布の可能性は無限大。そう思わせてくれたこのさらし。過去の遺産だと思っていたけどこの便利さは今でもヒーロー級です。野菜の水気を取る。
ヨーグルトや豆腐の水を切る。濡らして使えば熱々ご飯も握れます。時にはおしぼりとしても、それからコーヒーフィルターの代わりに使ったり、お茶っ葉のパックの代わりに使ったり、活用の仕方はまだまだあるみたいです。フォーク。地味だけど何かと便利なアイテム。じゃがいもマッシャーの代わり、白髪ネギピーラーの代わり、えのきをバラバラにするときにも便利ですし、こんにゃくに筋を入れるのも気持ちいい。小さなマドラー。お味噌汁は毎日は飲まない。そんな我が家に味噌汁専用のマドラーを買うのはもったいない。この小さなマドラーで代用しています。このサイズ、ソースを作るときやココアを作るとき、お菓子を作るとき、出番が多いです。小が大を兼ねる常識破りの逸材。ボウルとザル。サラダスピナーって憧れますが、収納場所を結構取るんですよね。葉っぱの水分がだいたい落ちれば大満足。我が家はこれで十分。五徳。これからの寒い時期に大活躍。鍋の底に入れて、その上にお皿を乗せて蒸し台の代わりに使っています。全くもって正規の使い方ではないので、これは自己判断で。多用途に使えるガラスの容器。その機能を余すことなく使いたい。お気に入りの耐熱ガラス一つ目はボデガです。レンチン OK、熱湯 OK。器として使っても美しいんですが、端が滑らかなのでコップの代わりにも使えます。ちょこっとレンジで解凍したい時とか、バターを溶かす時にもちょうどいいんですよね。お気に入りのガラス2つ目、ドイツのガラスメーカーウェッグ。蓋もガラスで必要に応じてパッキンをつけられる仕組みになっています。こちらもレンチン OK。あとはオーブンも OK、冷凍 OK です。おかずの保存容器として、プリンカップとして、調味料とかジャムの保存容器として、あとはこの蓋。これは煮物を作る時の落とし蓋としても使っています。ネットで探すと数えきれないほどの用途が出てくるので面白いです。3つ目、IKEA の保存容器。これもレンチン、オーブン、冷凍 OK です。作りすぎたおかずの保存。グラタン皿の代わり。アイスを作る時の容器としても活用してます。蓋。ホットサンドプレスの代わりに蓋で押さえたり、ボウルの蓋の代わりに使ったり、カップカバーの代わりにも。ジャストフィットを見つける楽しさがあります。太白ごま油。色もなく香りもない。揚げ物がカラッと美味しく仕上がるこの油。料理で使うだけでなく、こんな使い方もできます。寝る前のリラックスタイムに、この油でマッサージします。
インドで古くから伝わるアーユルヴェーダではマッサージオイルとして使うのが通例なんだそうです。体が温まるので、これからの寒い冬にぴったり。オリーブオイル。木のメンテナンスは乾きやすいアマニオイルとかくるみオイルがいいって聞きますが、高いですし、メンテナンスのために買うのってもったいないですよね。キッチンに常備しているオリーブオイルを使っています。塗ったばかりは少しベタつきますが、1、2時間で馴染むので問題なし。木の色が蘇っていく愛おしい時間です。ベランダのローズマリー。育てて楽しむ。見て楽しむ。食べて楽しむ。いろいろなハーブに挑戦したんですが、薄暗いベランダで生き残ったのはこのローズマリーのみでした。だけどこれ本当に便利です。お肉料理、お魚料理、何でも割と合うんですよね。胸肉でハムを作るときも。あとはレモンウォーターにローズマリーを入れても美味しいですし、今年はもっともっと自然の恩恵を授かりたいと思いまして、ローズマリーチンキに挑戦してみました。手作りの化粧水に混ぜて使っています。青々としたこの香りがたまりません。さて、ここからは日用品や洋服の兼用についてです。重曹。水と混ぜてスプレーにすれば、油汚れも手垢もみるみる落としてくれます。これ、マルチクリーナーの代わりに使っています。布巾の汚れも重曹ですっきり落とせます。小さな袋に入れて靴の中に入れれば、乾燥剤や消臭剤の代わりに。マルチすぎる魔法の粉、もう手放せません。マルセイユ石鹸。オリーブオイルを原料として作られたフランスの石鹸で、ボディーソープとして、洗顔料として、浴室掃除や洋服の部分洗い、食器洗いもできるし、ハンドソープもこれです。オールマイティで本当に便利なんですよね。それでいて肌にも環境にも優しいからすごいです。完璧すぎて我が家の水場には欠かせない存在になっています。災害時用のタオル。使い古したタオルをいざという時のためにいくつか残しています。収納場所はこの中。バッグの中に入れて型崩れ防止アイテムとして使っています。災害時用リュック。災害時避難するときはこのリュック。これ中身を変えて旅行の時も使ってます。大きなカバンってなかなか使う頻度も少ないですし、場所も取るので、この兼用は大正解でした。ブランケット。肌寒くなってきましたよね。冬には欠かせないブランケット。寝る前はこれでぬくぬく温まったら、夜は寝床に連れ込みます。温まったブランケットをベッドマットとして使えば背中がポカポカ。ハンガー。ニトリのもので揃えています。シャツ類はこれで干してそのまま収納。干す用のハンガー、収納用のハンガー、分けずに兼用しています。
自分の手も兼用できます。物差し代わりに、だいたい17センチ。メジャーが手元にないとき、覚えておくと意外と便利です。コップの代わりに、手ですくってうがいをすれば、洗面所のコップは不要。洋服もいろいろ兼用しています。例えば、季節を越えて兼用。ワイシャツはオールシーズン着てます。春は1枚で、夏は冷房対策に、秋は上に1枚羽織ってきて、冬は中にも外にも重ねて着込みます。それからシーンを超えて兼用できるものも増やしました。例えば綿のカットソー。カジュアルな服でも、フォーマルな場でも、パジャマとしても着ています。マフラーは外だけじゃなく家の中でも使う。はい、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したものだけでも兼用できるものはこんなにたくさん出てきました。専用として作られたものってとっても便利ではありますが、今の私はあるものを最大限に使い回す。こっちの方が好きです。当たり前という殻を破って新しい使い方を見つける楽しさ。こんな使い方見つけたっていうひらめきって暮らしを自分色に変えていく力を持っている気がします。少しずつ柔軟で身軽に、シンプルに生きるって気持ちいいです。皆様の工夫もぜひお教えいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。